こんばんは。はるけです。今回はフューチャースター選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイソン選手だったりとか SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらが新イベントフューチャースターのティアリストになってます。おそらくチーム1になるかというふうに思いますね。まずは D です。D はですね、遠藤、そしてギルマ、そしてモエルかな。そして目標できたマガッサ、この4名を入れました。まずは遠藤ですね。遠藤純という、女子選手になるんですけれども、日本人という風なことでね、若干忖度しようかなという風に思ったんですけれども、やはりちょっと厳しいと。テクニカルのプラスあるのはね、すごくいいんですけれども、能力的な部分で、シュートはそこまでめっちゃうまいっていうわけでも、ないし、フィジカルもそんなに強くはないし、パスも特段めっちゃうまいわけでもないし、逆足も3だしっていう風な感じになるんで、序盤のイベントだったらね、もういいんですけれども、ちょっと今のね、現環境だったらなかなか厳しいかなというふうには思いますね。でそして続いてはギルマですかね。ナオミ・ギルマという、こちらも女子選手になるんですけど、センターバックの選手で、もちろんブルーザーのプラスがついているのはいいんですけど、身長がやっぱめちゃくちゃ小さいんですよね。160センチ台かなだと思うんで、ブルーザーのプラスついてても、やっぱりでかい選手と当たってしまうと負けてしまうという、そういう瞬間はあるんじゃないかと、いうふうに思います。さすがにプレイスタイルがついてるからといって、身長の差っていうのはなかなか埋めれないかなというふうにも感じますし、かつ、どうしても能力の物足りなさっていうのがありますね。ペースももうちょっとあってほしいなというふうにも、感じますし、個人的にはセンターバックとしてはちょっと物足りないなというふうに思いますね。でそして続いてはモエルですかね。ちょっと読み方が間違っていたらすいません。こちらも女子選手になるんですけれども、この人も特段そんなに強さはなくって、プレイスタイルの部分が、ブロックのプラスしかないという風な感じになってしまいますね。もうちょっとこう予測だったりとか、あとはジョッキーとか、あとはロングパスのね、とかついてたらよかったんですけれども、少しプレイスタイル面で物足りなさっていうのはあるなという風に感じますね。で、ドリブルもそこまでっていう風な感じですし、フィジカルも特段強くはない、積極性ももうちょっとあってほしいなという風には、思いますので、この人も今の現環境だったらちょっと厳しいかなという風には思いますね。でそして続いてはマガッサーですね。こちら目標で、来た選手になるんですけれども、ちょっと、そうですね、やっぱ厳しそうな気は、します。ブルーザのプラスとか、守備力とかね、ある程度あるんですけれども、ただ物足りないなというふうには感じますし、ドリブルは重たい、そしてペースも特段そこまで速くはないという、そんな選手になるので、ちょっと今の現環境だったら他にね、いいボランチの選手はいるかなという風なところですね。リーグワンの選手なんですけど、リーグワンの中で見ても、他の選手でいいかなっていう風には感じて、しまいますね。目標なんで、素材として取るっていうのが一番、ベターかなという風に思いますね。でそして続いては C ですね。C はですね、ギュレル、そしてビセック、この2名を入れました。ギュレルに関しては、ちょっと期待をしていた方も多かったと思います。自分自身も期待をしてたんですけど、パスがうまいだけの選手っていう風な感じになってしまって、ゲーム向きではあまりないなっていう風な感じですね。パスはね、うまいし、ドリブルもある程度軽いんですけど、やっぱりペースだったりとか、シュート面だったりとかが上がってほしかったなというふうには思いますね。全然安定的にね、決めれるシーンっていうのはあるんですけれども、ただ今の現環境、この人も別にそこまで、スタメンに入れてまで強さが、ね、あるかって言われると、他の選手でいいかなっていう風な、ところですし、フィジカルもそこまで強くないっていう風な、感じなんで、
まあちょっと個人的にはここの C ランクが妥当かなというふうには思いますね。でそして続いてはビセックですね。まあビセックも自分自身は期待をしてました。結構強くなるんちゃうかっていうふうに思ってたんですけど、強化のされる具合があんまりかなっていう風に思います。特にインターセプトのね、能力っていうのはセンターバックとして自分は大事だという風には思ってますし、インターセプトのプレイサルもついてはいないので、ちょっとここは残念なところだなというふうに思います。身長は大きくって、特に空中戦なんかは弾き返したりとか、できたりはするんですけど、まあ特徴がそこしかないかなというふうなところですね。まあペースが80、まあ6、7とか、ぐらいまで行ってたらですね、まあでかくて速いっていう、そういう選手になれたと思うんですけれども、まあそうですね、やっぱ空中戦以外は、若干強化のされ具合が甘いかなというふうなところですね。でそして続いては B ですね。B はですね、エリオット、そしてルケバ、バリオス、この3名を入れました。まずはエリオットですね。まあ、エリオットに関しては、この人もね、まあ、もっと強く出てきてもいいんじゃないかっていう風な選手にはなるんですけど、まあ、ドリブルが、軽くって、パスもうまくって、シュートもある程度打てて、レーザーも90あって、で、ペースもね、86ありますんで、2列目からですね、こう抜け出していくっていう風な力も全然持っていると、そんな選手になりますね。ただフィジカルがちょっと弱かったりとかは、しますので、まあ、コントロールスプリント等々を使いながらですね、その細かさを活かして、そもそも触られないっていう風な、使い方をするのが一番いいのかなという風に思います。まあ、普通に、そうですね、テクニカルプラスついてるし、コントロールスプリントを使うのが上手い方、だったら非常に優秀な選手になるかと思います。ちょっとベルシルに近いかもしれないですね。そして続いてはルケバですね。ルケバ。この選手もですね、普通に使える選手になります。全然スタメンに入れてもおかしくはないかなという風なところ。プレイサル面ではですね、プラスでインターセプトがついているっていうのは非常に素晴らしいなと思いますし、パス面もね、ついていて、能力もね、高いんで、しっかりとビルドアップもできる、そんな選手になります。で、守備能力とかもね、高いですし、ただフィジカルに関しては、やっぱり身長がどうしても184センチかな、そんなに高くはないので、まあ、ゴリッといけるときといけないときがあるという風な、そんな選手になりますね。ブルーザもついてないんで、まあ、そこのフィジカル面はどうしても気になる場面は、あるんじゃないかという風なところですね。ただ、ペースも、86速いですし、割とありかなという風に思いますね。でそして続いてはバリオスですね。パブロ・バリオス。この選手逆足かなが4になったというふうなことと、能力的にも全体的に上がってですね、まあ割といいかなっていうふうなところですね。まあもっとやっぱり強くね、出てくると良かったんですけれども、普通に守備だったりとかをしながらちょっとシュートも打てるっていう風な選手にはなるので、かつまあちょっと軽いっていう選手になりますので、全然ありだなという風に思います。まあスピードも85あるね、中盤の選手としてはいいなと思いますし、まあフィジカルちょっと弱かったりとか、まあプレイスタイルのプラスがシールドじゃなくってなんかもうちょっといい、ね、やつがついたらよかったかなって思いますね。ただ、普通に値段結構安いんですけど、十分使える選手にはなりますね。そして続いては A ですね。A はですね、SBC で来ましたクラウディア・ピナ、そしてアレックス・バルデ、ともにバルサの選手を入れました。まずは SBC で来ましたピナですね。この選手に関しては逆足が5、ここ非常に素晴らしいなと思いますし、ドリブルはかなり軽い、そしてパスもうまい、シュートもね、しっかり決めきることができる、ペースもある程度あるっていう風な選手になるんで、なかなかいいなという風に思います。また、プレイスタイルプラスのところでは、パス面とあとはコンシューがついているという風な選手になってますね。で、ロングシュートだったりとかカーブ値っていうのが、普通に高いんで、遠目からのコンシューも決めてくれるんじゃないかと、そういう風な選手になりますね。十分、ケミが合えばですね、SBC 選手として作る価値はあるなという風に思いますし、改めてまたやっぱりね、バルサ女子えぐいなという風に思わせてくれる、そんな選手にはなりますね。スキル5いらない方であればですね、十分使いこなせると思いますね。そして続いてはアレックス・バルですね。バルデ。この人100万、多分初動で言うと100万超えてるサイドバックになると思うんですけれども、かなりね、この人もアップグレードをされました。
やっぱりプレイスタイルプラスの部分ではインターセプト、そしてクイックステップともにプラスここついてるのはめちゃくちゃいいなと思います。単純にもともと速いんですけど、それをブーストさせるクイックステップがついてるし、かつ守備面を補うインターセプトがついてるってのはめちゃくちゃいいなと思います。で、また予測だったりとか、ジョッキー、あとはラピッド、容赦なし、あとクロス、もうこの7つついてるんですけど、全部いいっていう、そういう選手になりますね。フィジカルはね、弱いんですけど、ここまでプレイスタイルがね、いろんなものがついてたりとか、能力ももちろん上がってはいますので、むちゃくちゃ気になるっていう方ではなくなったのかなという風に感じます。かなりね、ウィンターワールドカードからアップグレードされたなという風な印象を受けますし、ドリブルは軽い、運んでいく力がありながらですね、両サイドバックこの人できるので、皆さんそれぞれのサイドバック事情に合わせて、右左変えれるのもいいところなのかなという風には思いますね。普通に強いなという風な印象を受けます。そして続いては S ですね。S はですね、ガルナチョ、そしてローレン・ジェームス、そしてドク、そしてロットマン、ボニフェイスと、この5名を入れました。まずはガルナチョですね。フューチャースターの、一番の目玉の選手になるかと思うんですけれども、スキル5逆足4に、やはりここ変えてきましたね。で、かつプレイスタイルプラスに関しては、今週とアクロバティックのプラスがついているという風な選手になってますね。アクロバティックプラスはね、オーバーヘッドをちょっと彷彿とさせるようなプレーができるんじゃないかという風なところですね。で、ドリブルめちゃくちゃ軽い。で、そして、シュートもちゃんと決めきることができるレースアップ90もありますので、ちゃんと決めきることができつつもスピードも速いと。で、パスも全然出せるという、そんな選手になりますね。フィジカル自体はどうしても弱さはあるんですけれども、スキルだったりとかをね、使いながら相手を剥がすということがしっかりできる、そんな選手になります。あとはクイックステップとか、テクニカルなんかもついてますので、普通に強いなというふうに思います。やっぱりガルナチョ好きな方もね、多いかと思いますし、この強化カードは嬉しいんじゃないかと思いますね。でそして続いてはジェームズですね。ローレン・ジェームズ。リース・ジェームズの妹かなに当たる選手だと思うんですけれども、この人もね、めちゃくちゃ強化をされました。特にやっぱこの人の冷静さがどうかっていう話をね、やっぱしてたと思うんですけど、90まで上がった。多分、13ぐらいかな。多分上がったんで、これむちゃくちゃ強いなという風に思いますね。ドリブルが特にめっちゃ強化されてるっていう風な感じになりますし、フィジカルもね、97あって、かなり強さがある選手になりますね。で、スキルも5でね、逆足が4っていうのも非常に素晴らしい。ここもともとね、あるものになりますし、かつラピッドのプラスもついていて、単純な速さもあるという、そういう選手になってます。で、また、ティキタカだったりとか、あとはクロスのやつもついてたりしますし、クイックステップもついてると。なので、めちゃくちゃこの人も強化をされたという風な選手になりますね。正直ね、女子選手っていう風なことで若干やっぱケミは難しくはなってしまっていて、120、30ぐらいの今価格だと思うんですけど、多分男子選手で来ていたらもう200とかいってる選手かなという風に思います。それぐらい自分はこの人強さがあって、全然 S ランクに入ってもおかしくないかなという風なところですね。そして続いてはドクですね、ジェレミー・ドク。ドクもですね、スキル逆足を変えてきましたね。やはり5-4という風なことになってます。ドクに関しては正直ね、ドリブル好きの方だったらね、もうほんとめちゃくちゃ使用感いい選手になります。で、相手にいるとほんと止めれへんみたいな、そういう選手になりますね。ドリブルはめっちゃ軽いし、細かいし、単純なスピードっていうのも速いという選手になってます。で、かつ、やっぱこの強化カードの毒に関しては、シュートもちゃんと決めきることができると。レースはこちらも90まで、上がってはいますし、パスもね、ちゃんと上手くなってるっていうのがめちゃくちゃいいところですね。で、ジェームズと同様に、ラピッドのプラスを備えてはいますし、クイックステップもついているという風な感じなんで、能力もともとペース97あるのに、プレイスタイルの恩恵も受けれるという選手になりますね。で、あとはフィジカルも保険でついているというのもいいなというふうに思いますし、なかなかエグいウインガーやなというふうに思いますね。かつ、右ウイングだけではなく左もできる、両サイドできるっていうのもいいのかなというふうには思います。これはかなり強い。今の現環境で言っても、もうトップクラスのウインガーの選手になるなというふうに思いますね。
で、そして続いてはロットマンですね。ロットマン。ロットマンに関してはね、44という風なことでスキル5には変わらなかったという風な感じになってますね。ただこちらも非常に素晴らしい右ウインガーでですね、速さがあるという、そんな選手になってます。速くて軽くてっていう風な選手になりますね。で、またクイックステップのプラスだったりとか、容赦なしのプラスがついているという風なことなんで、本当に1試合通してずっとね、速い走力を見せてくれるという、そんな選手になってますね。スタミナも92あるし、ずっと速いな、ずっと速い、衰えへんなみたいな、そんな選手になってますね。で、かつシュートもこの人もしっかり上手い選手になりますので、中に切り込んでいって最後決めきるという力も持ってますね。ただ若干パス面、本当にもっと高みを目指すんだったらパス面が上がっていたらよかったかなというふうに思いますし、もちろんスキル逆足、どちらか5だったら良かったのかなというふうに思いますね。ただ十分この人も、フューチャースターのイベントの中では S ランクには入るというふうに感じますね。で、そして続いてはボニフェイスですね。ボニフェイスに関しては S ランクね、ちょっと意外に思われる方もね、多いかもしれないんですけれども、個人的にはかなりアップグレードをされて強くなったなという風な印象を受けますね。もともと33という風なところから44に変わったっていうのは非常にでかいなという風に思いますし、ジャンル的にはやっぱりでかくて、速くてごついというそんな選手になりますね。なのでドリブル自体はもちろん改善されました。ボニフェイス、これまでのボニフェイスよりかは軽さはあるんだけれども、一般的なというか軽い選手から比べるとどうしても重さは感じるというふうに思いますね。ただ重かった時にパスで逃げれるっていうのがこの人のいいところ、強化された部分かなと思います。視野、ショートパスともに90にありますし、ティキタカのプラスがついたっていうのが非常に大きいなというふうに思います。結構ね、先週の RTTF のルカクと同じような、タイプ、結構似てる選手だと思うんですけれども、空中戦だけで言うとルカクの方が強いと思いますね。パワーヘッダーのプラスではないし、ボニフェイスは。で、かつエアリアルもついてはいないので、ジャンプ99でサイドバックだったりとかとね、競れると勝てる割合ってのは全然あるんですけど、ただ空中戦の強さっていうのはもうルカクの方が全然強いと思います。ただ地上戦、パスだったりとか、本当にビルドアップに絡んでいくという風な部分を考えると、ボニフェイスの方がそれは圧倒的に上だなという風に思うので、かなりルカクとタイプは似てるんですけれども、自分的に空中戦よりも地上戦を使うっていうプレイヤーからすると、ボニフェイスも、十分 S ランクに入ってもおかしくはないのかなという風に思います。重い時に何かオプションとして、ちゃんと逃げれるものがあるっていうのがいいなという風には思いますね。こちらがフューチャースターのティアリストになります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいの撮ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。